はいこんにちは MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。今年は本当にプレーナードライバー搭載モデルがたくさんリリースされていますが、今回はナイス HCK のニューモデル F1 のレビューです。ナイス HCK からも満を持してという感じだよね。過去には F3 という 10mm プレーナープラス 1DD プラス 1BA という構成のモデルがあったけど、今回はサイズアップしたプレーナードライバーが1機の構成で2022風という感じの仕上がりだね。では早速見ていきますか。はーい。タンクボディというカテゴリーだと思いますけど、サイズが大きいんですよ。一例として T-Hi-Fi T4 と比べていますが、そのサイズ感の違いがわかりますよね。販売ページの写真だとちょっとわからなかったんで、開けてみて軽く驚いたわ。ドライバー口径は今年聞いてきたプレーナードライバーが 14mm を超えるモデルが多い中、F1 もこのシル幅外径 16.2mm の中に上の通り 14.2mm のプレーナードライバーがバッチリ収まってる。2マイクロメートル、ダイアフラム、銀合金、ボイスコイル、N55 マグネット、両面磁気回路などで構成された F1 のプレーナードライバーユニットはどんなサウンドを聞かせてくれるんだろうか。楽しみですね。ドライバーサイズに合わせてデザインされた結果、この大きさになったんですね。フェイスパネルに採用されたカーボンファイバーのアクセントもかっこいいです。F1 の特徴の一つが交換可能なチューニングフィルターで、測定してみて分かったんだけど結構効果が大きかったので後ほど詳しくお話しします。余談ですが手持ちの NX7 M3 の交換用フィルターも装着可能でした。シェル素材はアルミニウム合金で、片側実測 4.8g と見た目の割に軽いです。この部分でエアフロー調整されているようで、少し音が漏れてきていますが、聞いてみるとセミオープンという感じは薄かったです。接続部はタンクボディに多く見られた MMCX ではなく 0.78mm 2ピンタイプです。MMCX は減りつつあるのかな。 LR の判別がつきやすい色分けデザインもいいね。タンクボディとしては大きめだけど軽いし装着感は良さそうだね。はい、いいですね。このぐらいの大きさある方が安定するんじゃないでしょうか。ではサウンドチェックに行きましょう。今回は F1 の3つのフィルターの違いを聞き比べてみます。波形は上の通りでシルバーのフィルターを基準とした低域重視のブラックと中高域が持ち上がるゴールドの変化です。左が基準に対してのレベル差を調整しない状態、右がレベルを合わせた後の状態です。今回はレベル差も聞いていただきたかったので左の状態で収録しています。リアピは単ジジム TAPB を使用。ケーブルは付属の OCC 銀メッキ混合ケーブルです。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？質感もレベル差も体感していただけたのではないかと思います。ではまずイヤピの比較です。今回はフィルターの違いがあるのでいつも比較しているイヤピ6種を別々に表示しています。ファイナル E だけ6キロ付近の特徴が見られますが遠目に見ると他はどれも似たような感じです。なのでちょっと拡大してみました。フィルター特性はどのイヤピでも大体同じように反映されていて8キロ過ぎあたりからイヤピの特徴が出始め10キロ以降で大きくばらけてきています。この傾向はいつもの比較と一緒のようです。まず基準となるシルバーのフィルターの印象からです。低域波形上はそうでもないが低域の存在感が結構あり、最近聞いたヤンイン、キャノンの低域に少し似ている。量感だけでなく指引きのベースラインも追いやすいがスラップベースのフルはそれほど前に出てこない感じ。これは3から4キロを少し持ち上げるとほぼ解決。ベーシストが好みそうな低域の出方してる気がする。中域
あまり減衰せずしっかり出ているのでドンシャリ感は少なめ。 300Hz から 2km 手前あたりを中心とするマリンバのフレーズがアンサンブルの中で渦漏れず存在感を保って響く。中広域から広域、3km過ぎから 4.5km あたりの減衰のためか少し落ち着いたやや暗めな印象。8km 手前のピークはしっかりしているためこもるような感じではないが、ハイハットシンバル系の質感は少し厚みがありやや後方から聞こえてくる。メロディー系はピアノ、サックスが太めで温かみを感じ、広域の響きもキンキンすることなく綺麗。付属のフィルターでの変化が大きいところ。最終的にはこの帯域を少し補正して好みの音にした。分離は低域帯それ以外のように感じ、中域以上は割と一体感を持って出力されている印象。音は近めで奥行きより横への広がりが印象に残る。フェイスプレートでのエアフロー調整が効いているようで閉塞感はなく、かといってセミオープンというほどでもない。全体的にパワフルで太めな音、低域の存在感、そしてパワフルで豊かな質感が印象的で F1 特有の響き方。次は基準となるシルバーフィルターとの印象の違いを引き続きジャックさんからお話しいただきます。フィルターのレベルは聞きやすい音量に調整した上での印象とのことです。ブラック、波形の通り低域の量感が増し中広域が控えめとなるため全体的に暗めであっさりした印象に変化。メロディー系も少し引っ込む感じだが何曲か聴くと慣れてしまってこれはこれでいいかも。ゴールド、まず最初にレベルが上がるので少し下げないと音大きくて辛い。特にブラックを聴いた後は4デシベルぐらい差があるので注意。ハイハットやスネアのスナッピー側のサウンドがぐっと前に来る。低域が少しタイトになるため今まで感じていた F1 の F1 らしさが抑えられる印象。フィルター効果が 2km 付近がメインとなるためメロディー系も前に来る。主に 1.5km から 4km ぐらいまでに効果のある交換タイプのフィルターの効果は聞いた瞬間その違いが分かるほどの変化があるので特性を把握した上でイヤピとの連携も含めて利用すると多彩なバリエーションが楽しめそう。欲を言えばあと2つぐらいフィルターが用意されていて3から 5km 付近の調整もできたら面白いと思った。個人的にはやや暗めに感じた広域が少し減衰する 4km 過ぎなのか確かめた上、基準となるシルバーのフィルターを装着した上、減衰している 4km 付近を少し上げ代わりに 6km 付近を落とし調整することで EQ で広域のキャラクターを少し補正し明るめの広域に変化させることで個人的な F1 のベストなリスニング状態を作った。今まで何本かプレイナードライバー搭載モデルを聞いていますがそれらのどれかの違う印象で F1 特有のサウンドを持っているという印象でした。確かに特徴ありましたね。薄っぺらくない芯の通ったサウンドは聞いていると癖になってきます。でも万人受けするサウンドかというとちょっと違う気もします。何本もこのクラスのモデルを持っている方はこういう質感のモデルも入手したくなるんじゃないかなって思いました。このクラスのモデルとしては特徴ある音作りが期待されていると思いますが F1 は外観も音質もその期待に応えるモデルだと思います。そしてこの動画の音や波形が入手の際の参考になれば幸いです。ということでナイス HCK F1 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。